どうも、きりたんです。ぽぽぽぽシュー。はい、こんにちは、きりたんぽです。今日はね、何をしてきますかと言いますと、じゃじゃん、ここはキッチンです。今日は一人ですき焼きを作っていきたいと思います。イエーイ。すき焼きここで作っていくんですけど、本当はさ、ホットプレートとかでなんかやりたいんだけど、ちょっと火災報知器が怖いんでね、火災報知器ついてるかもどうかわからないし、作動するかどうかもわからないんですけど、不安の中やっても怖いので、キッチンでやって食べていきたいと思います。で、しかもなんかキッチンで食べるとなんかいつもよりもちょっと 1.3 倍ぐらい美味しく感じるんですよ。すき焼きと言ったらね、やっぱ牛じゃないですか。で、牛と言ったら牛。牛と言ったらシマウマ。シマウマと言ったらボーダー。ボーダーと言ったらウォーリー。ウォーリーと言ったら探せ。ということで、今日は牛を探していきたいと思います。白菜、一品こだわり卵、えのきたけ、ドーン焼き豆腐、しらたき、やみつきになる丸ごと塩オクラ。すごいいいお肉買ったよ。上富良野の和牛、綺麗ですね。眺めがこうやって見るとなんか山みたい。ビーフマウンテン、これね、すっごくおすすめです。この牛角のやみつきになる丸ごと塩オクラ。これオクラが嫌いな人にはおすすめできませんよ。おいぴー、これもう止まらないね。なんで買ったんだっけ。はい、ではこれしらたきアク抜きして遠くない？じゃあ切っていきたいと思います。まず白菜、一口大でいいんでしょうか？いいんでしょう。やっぱ野菜っていいよね。やっぱ21年間生きてて野菜に助けられたなっていう瞬間何回もあります。やっぱりベジタリアンとして生きていく、野菜で生きていく。では一口大に切っていきます。皆さん紹介し忘れました。こちらセラミック包丁ですね。私ずっとセラミック包丁に興味があってですね、なんか可愛いじゃないですか。これ白くておもちゃみたいなのにすごい切れ味がいいんですよ。で、普通の包丁はなんかこうザクザクっていう感じだけど、もうこれスーってね、ギコギコは一切しません。スーっていくんですよ。行ったり来たり行ったり来たりやらなきゃいけない。このギコギコはしません。一度刃が入ってしまったらスーッ。料理をしながらね、このオクラを食べていきたいと思います。これもね、やっぱり料理には大切なポイント、美味しくなる秘訣、なんかその料理人が元気になるというようなところで補給をしていかないと美味しい料理は作れないので。美味しい。これ考えた人本当にハイタッチしに行きたい。えのきは自分の好きなサイズに切ってくださいね。でもえのきってちょっとでもなんか大量に口の中入ってくると喉行ったり来たりして、なんか生死の境をさまようよね。でも人ってさ、やばいってなった時本当に声出ないよね。なんか食べたい。えのきはね好きですよ、私。鍋には一えのきは絶対必要だのき。きにょこ、私いつも毎年なめたけをさ食べたくなって買うんだけど、なんか違うなと思っていつも残っちゃうので、冷蔵庫に今も残ってるんですけど、いつもねいいなめたけ買っちゃうの。なんでだと思う？なんかそういうなんかなめたけ症候群的な、なんか年一食べたくなっちゃうなめたけ症候群、わかる方はぜひコメントしてください。きにょこ、豆腐をこういう風に持ち運べる時代になったんだよ、みんな。ほら、なんかおしゃれ。フレンチトーストみたい、なんかクラッチバッグみたいじゃない？6等分にしていきます。でもなんで豆腐を焼いて売ろうってなったんだろうね。焼いた豆腐が需要があったから焼き豆腐売ろっちゃうってなったのかな。ではおネギちゃんを薄切りにしていきたいと思います。だからさ、ネギもさ、なんですき焼きは薄切りにしようかって、誰がすき焼き協会の人だ。なんかさ、私もさ、知らないことって世の中にはいっぱいあるじゃん。で、私のこの名前のきりたんぽという食べ物って、白いお米で固められた部分っていうのがたんぽなんだって、名前がね。
でそれを切るからきりたんぽっていうんだって。そこで初めて気づいたわけだから、世の中には知らないことがたくさんあるなって思いました。自分にまつわる名前のことでもね、今日よく喋るね自分って言いながら、すごい切っちゃったネギ。おにゃ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 。うわ、白滝の ASMR いつかするね。めちゃくちゃいい音。くそっ可愛い音だけど可愛くない匂いは。でもね、なんかこんにゃくの番組でね、子供が質問してるの、そのこんにゃくを作ってる人に。作るのが大変なの。芋からね、煮て固めてとか、すごく手間がかかるんだけど、こんにゃくを作るには。なんでこんにゃくはこんなに手間がかかってるのに味がないんですかって子供が聞いたの、こんにゃく職人の人に。そしたらね、そのこんにゃく職人の人はね、手間をたくさんかけてるからこそいろんな料理に馴染むんだよって言ってて、わあ、こんにゃく奥深い。こんにゃくの見方が180度変わりました。食材の中では逸脱してるよ、こんにゃくは。リスペクトの気持ちを込めて視線を送ってます。では全部切れちゃったよ。で、私はすき焼きのタレを使わずに、この本当ね、もうこれがあれば何でもできる。これもね、こんにゃくと同様リスペクトをね捧げてます。で、これね、私これなんで買ったかっていうと、馬刺しをよく食べるんですよ、家で。冷凍の。やっぱりね、甘いたまり醤油がね、すごく馬刺しには合うので、これも買ってみました。薩摩の甘口醤油。すごく甘いんだけど、なんかちょっと他の醤油とか混ぜたりするとすごくいい感じになるんですね。だからすき焼きのタレってちょっと甘めだと思うので、この醤油と本つゆを入れていきたいと思います。なんかいきなり料理番組みたいになったんだけど。ではこれを1対1で入れていきますよ。そしてできたものがこちらです。多分さ、私からふざけるっていうものを撮ったらさ、動画1分ぐらいになるんだろうね。絵の具って混ぜたら全部混ぜたら真っ黒になるじゃん。そんなような感じですね。わー、黒い。で、牛脂でまず肉を焼いていきます。一旦ね、焼いたものをね揚げました。で、後で煮込んでいくので、白滝はお肉のそばに置くとお肉が硬くなっちゃうので、お肉のそばには白滝は置きません。空気を含めながらね。手が痛い。すき焼きと言ったら卵と言ったらすき焼き。そんな関係値でやらせていただいてます。お腹すいた。はい、完成しました。イエーイ。いただきます。いただきます。おいしい。お店と同じ味がする。おいしい。甘すぎずいい感じですね。わん。てかお肉が美味しいわ。白菜も美味しい。いただきます。なんか全ての食材は噛みしめるとやっぱ甘い。この世の食材全て甘い説。すき焼きに卵をつけようって考えた人はすごい。白滝さんもね、ほらこんにゃくこんなに色が変わっていろんなものになり得るんですね。いただきます。タレのね味が中に染み込み、そして何とも言えないこの弾力、素晴らしい。美味しいな。この牛さんは北海道の牛さんなんですけど、なんか目を閉じるとそこに牧場が広がってるような
スクリーンが浮かびます。いただきます。豆腐、いつもねすき焼き食べるときはねすき焼きだなって感じするけど、このすき焼きはすき焼きだ。上を向いて食べよう。やっぱ日本特有の美味しいものはたくさんありますよね。なんか寿司とかすき焼きとか、あ、酢がつく、いっぱいつく。天ぷらとか、あ、つかないや。うっしし。では引き続き食べていこうと思います。では皆さん、今週の晩ご飯にすき焼きはいかがでしょうか。ではバイチョルー。好き好き好